どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。この前5000円以下で生活を変えるアイテムっていうのを紹介しましたけども、今日はちょっとね価格を上げまして1万円以下で購入できて生活を豊かに快適にしてくれるアイテムっていうのをね紹介してみようと思います。前回の5000円以下でも十分にね生活の快適さっていうのを向上させられるものがねいろいろあったと思うんですけど、今回は1万円まで引き上げますので、より生活を快適にするアイテムが紹介できると思います。ではね早速1つ目いってみましょう。1万円以下で生活を変えるアイテム1つ目はこちら、電子ケトルです。はい、一人暮らしして一番使ってるのはね僕これかもしれないですね。自炊する人もしない人も結構ね電子ケトルっていうのは使う頻度多いと思うので、これねおすすめです。で僕みたいにねコーヒーをよく入れる人とかっていうのはねもう必須だと思いますし、あとそれ以外にも紅茶とかあとカップラーメンとかねお湯を沸かして何か作るっていう時にはね電子ケトル非常に役立つと思います。電子ケトルも価格もねいろいろあると思うんですけど、個人的におすすめしているのはねこちらのヤマゼンの EGLC1280っていうもので、こちら僕購入した時は7980円でだいたいね8000円ぐらいで買えるんですが、お湯を沸かすスピードも速いし、あとコーヒーを入れる人には欠かせないね温度調整っていうのがもうできます。1度単位で温度調整をすることができます。この見た目もねスタイリッシュで某バルミューダにもね近いようなデザイン、スタイリッシュさで、中でもねやっぱこの温度調整っていうのを僕すごい頼りにしていて、やっぱねコーヒーを入れる時に温度調整、1度単位の温度調整結構ね重要になってくるんですけど、その温度調整が簡単にできるっていうのと、あとこのノズルですね。ノズルの部分がこうねいかにもねコーヒーを入れる時用って感じのねこう綺麗に尖ったこうお湯を注ぎやすいノズルになってるんですけど、このね注ぎ具合っていうのもね非常にやりやすいですし、ほんとコーヒーをドリップするのにはね最適なケトルだと思います。最近ねこれをお店でも使ってるところ見たりするので、割とプロ視点で見てもね使い勝手がいいケトルっていう風にね捉えられてるんじゃないかなって思います。こちらね機能について詳しくはこの前バルミューダの電子ケトルと比較する動画というのをね撮ってますので、そちらもねかなり大勢の方にご覧いただいてるんですけど、そこで詳しく紹介してますのでぜひね見ていただければと思います。普段自炊をする人しない人いると思うんですけども、自炊しなくてもお湯を沸かして何か作るっていう機会はね多いと思うんですよね。そういった時にこの電子ケトル非常に役立ちますのでおすすめです。こちらね8000円ぐらいで買えます。そういったわけで1万円以下で生活を変えるアイテム、まず1つ目は電子ケトルでした。1万円以下で生活を変えるアイテム2つ目はこちら、スマートリモコンです。はい、こちらですね。スマートリモコンの中でも僕が使っているこちらのネイチャーリモ3、ネイチャーリモというシリーズの最新機種になりますね。こちらは9980円で購入できます。で、何ができるかというと、電化製品のリモコン類を全てここに集約することができるスマートリモコンです。電化製品を買い揃えていくとリモコンもどんどん増えていってしまうっていうのがあって、リモコンの置き場所にも困るし、あとリモコンの置き場所を特定していない方なんかはね、リモコンがどこにあるのかわからなくて一生テレビがつけられないみたいなね、そういうことになってしまったりもすると思いますので、そういった時にこのネイチャーリモみたいなスマートリモコンにリモコン機能を全部集約してしまえば、あとはスマホでネイチャーリモのアプリから全てねコントロールするってことができます。例えばこのネイチャーリモであれば、こう家電のリモコンですね、このテレビの電源ボタンとかっていうのをネイチャーリモに向かってボタンを押せば、赤外線でネイチャーリモがこのテレビのリモコンの電源ボタンっていうのを捉えてくれるので、これでも連携ができてしまうんですね。そうすることで今まではテレビのリモコンを押してテレビをつけていたっていうのが、スマホのネイチャーリモのアプリからこのネイチャーリモの本体を介してテレビに信号が送られるので、スマホからテレビをコントロールすることができます。同じようにサーキュレーターだったりエアコンだったり、そういったところにリモコンで今までしていた操作っていうのをネイチャーリモ経由で信号を送ることができます。その家電ごとのリモコンを探して操作する必要っていうのがなくなります。で、このスマホでコントロールできるっていうのは室内にいる時だけじゃなくて、外に出ている時とかもスマホから家の中の家電をコントロールすることができます。なので例えばテレビをつけっぱなしで出てしまって、そうだテレビ消し忘れたと思ったら、外からスマホを使ってテレビをオフってすれば、ネイチャーリモがテレビに向かって信号を送ってくれてテレビを消すことが外からできます。あと例えばね、夏とかだと朝部屋にいる時は割と涼しいなと思って屋外出たら、日が昇ってきたらめちゃめちゃ外が暑
暑くなってきて、このままだと部屋の中もかなり暑くなってしまうなっていう時とかも、外から冷房を入れたりすることもできます。うちはね、このこたつがいるんですけども、こたつはやっぱりね、暑さが苦手なので、夏とかはね、ほんとクーラーつけっぱなしにしておかなきゃいけないんですよね。ただ夜とかはやっぱりクーラーを消していたりするので、朝クーラーをつけ忘れて出てしまって、このままだと部屋の温度が上がりすぎてしまうってなってきた時に、外からエアコンのスイッチを入れることによって部屋の中を僕がいない時でも涼しく保つことができます。あとそういう風にスイッチの入れ忘れとかないようにタイマー機能っていうのもこちらで設定することができます。何時になったらスイッチを入れるとか、何時になったらスイッチを切るとか、そういった信号っていうのをネイチャーリモから操作してもらうっていう風にできます。ですので暑くて寝苦しい時に冷房をつけっぱなしで寝てしまったりすることがあると思うんですけど、夜中になってちょっと寒すぎるけどもう体は寝てしまっているので冷房を切ることができなくて、朝になったら体が冷えてしまって風邪ひいてしまうとかね、そういったクーラー風みたいなものっていうのもちゃんと夜ね、自動的にタイマーでスイッチが切れるようにしておけば防ぐことができます。なので僕もなるべく夜寝るときクーラーは入れないようにはしてるんですけど、あまりにもね暑いなと思った時はクーラー入れてそのまま寝てしまう時とかあるんですけど、夜2時とかになったら必ずクーラーのスイッチが切れるようにっていう風にタイマーセットしています。あとスマートスピーカーともね連携ができるので、スマートスピーカーと連携すれば音声でコントロールすることもできます。でさらにこのネイチャーリモ3は人感センサー機能もついたので、例えば僕が帰宅したらテレビをつけるとか冷房を入れるとか、そういったこともねオートメーション化することができます。このあたりもね非常に便利ですよね。あと部屋の温度とか湿度もね計測してくれるので、部屋が乾燥しすぎたら加湿器をつけるとか、温度が上がりすぎたら冷房をつけるとか、そういったこともねできますね。こんなにちっちゃいのにいろんな機能が備わってるんですよね。でこのスマートリモコンはいろんな種類があっていくつかありますけど、僕が持っているこのネイチャーリモ3はこれ1万円弱で買えますし、操作もね設定も非常に簡単なので、スマートリモコン初心者の方にもねおすすめです。ぜひ使ってみていただきたいです。僕はねほんとこれで生活がかなり快適に楽になりました。めちゃめちゃおすすめです。はい、そういったわけで1万円以下で生活を変えるアイテム2つ目はこちら、スマートリモコンネイチャーリモ3でした。続いて1万円以下で生活を変えてくれるアイテム3つ目はこちら、スマートスピーカーです。僕が使ってるのはこちらの Google Home Mini というね、このコンパクトなスマートスピーカーなんですけど、これもね本当に生活に取り入れるとかなり快適に楽になります。スピーカーといいつつも僕の用途はこれ Google アシスタントを使った音声コントロールですね。おなじみのGoogle から始まる命令で照明とか家電とかをコントロールしたり、いろんな情報を取得したりすることができます。例えば Google おはよう、こんにちは、時刻は12時44分です。現在気温24度、曇りです。今日は予想最高気温26度、最低気温19度で曇りですが、後に雨が降るでしょう。ではどうぞ良い一日を。最新のニュースです。こんな感じでおはようの一言でね、一日の情報をいろいろまずは聞くことができます。今ねお昼なんでこういう風にねこんにちはって返されましたけど、朝起きてこの Google ホームミニに話しかければ今日の天気だったりとか最新ニュースとかそういうのをね教えてくれます。あとタイマー機能とかっていうのも結構使えますね。例えばなんか3分間測りたい時とかっていうのは Google 3分間測って、はい、3分ですね。ではスタート。こうやって今3分間を測り始めてくれます。で3分経ったらメロディーで知らせてくれるって感じですね。であとは連携した音楽サービスで音楽を再生したりとかもできますし、あと何よりいいのが一つ前に紹介したスマートリモコンのコントロールがこれでできるってことですね。 Google エアコンつけて、はい、エアコンをオンにします。こういう感じで今エアコンがオンになりました。 Google サーキュレーターつけて、はい、サーキュレーターをオンにします。こういう風にネイチャーリモスマートリモコンに登録したリモコンの情報っていうのを音声コントロールすることができるので、声で家電をコントロールするってこともできます。本当ねこの声を家電でコントロールできるっていうのはねもう魔法みたいな感じですよね。 RPG とかでね呪文を唱えて魔法を発動したりするっていうのもね、本当未来人がこのスマートスピーカーを知って剣と魔法の時代に持ち帰って作ったんじゃないかっていうね思うぐらいの魔法使い感がねこれで体感できます。こういう風にね呪文を唱えるかのように声
声一つでいろいろコントロールできる、何か発動させることができるっていうのがね、魔法のようなアイテムですけど、これね取り入れるとめちゃめちゃ生活楽になると思います。で設定とかね手順もやり方をちゃんと見ながら追っていけばね迷うことないと思いますし、簡単設定で部屋がねとても快適になるっていうのでねかなりおすすめです。はい、そういったわけでねこちらのスマートスピーカー、スマートスピーカーと言いながら Google アシスタントがメインで使ってますけど、この Google ホームミニ、これだったらね6000円ぐらいで購入できるので、ぜひね生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。 Google これからもよろしくね。こちらこそよろしくお願いします。1万円以下で生活を変えてくれるアイテム4つ目はこちら、 Amazon の Fire TV スティック 4K Max です。はい、こちらリモコンですけど、これはおなじみの Amazon の Fire TV スティックの最新機種ですね。 4K Max というものです。これはリモコンですけど、レシーバーの方をテレビに接続するだけで、テレビの大画面で YouTube とか Netflix とか Amazon プライムビデオ、Hulu などが見ることができます。もちろんそれ以外の動画配信サービス、結構有名どころは一通りね見れるようになってます。僕ねテレビでテレビ番組はほとんど見ていなくて、だいたいね動画配信サービスをこの Fire TV の方で見ています。でこの 4K Max という最新モデルだと、リモコンにねここにこういう風に4つボタンがついていて、 Netflix とかプライムビデオとか、あと Amazon Music と DAZN とかね、こういうのがね選べるようになっています。この Netflix に直接飛べるボタンとか Amazon プライムビデオに直接飛べるボタンとかね、個人的には結構見るのでね非常に役立ってます。あとこれはね 4K Max ですけど、この1個前の 4K ぐらいからリモコンのねレスポンスがめちゃめちゃ良くなったんですよ。このねメニューを選ぶときにリモコンのレスポンスが悪いと地味にねストレスなんですけども、そういうのがねなくて、かなりね快適にリモコン操作ができるようになったっていうのもこの 4K ぐらいからのね特徴です。でこの 4K Max ももちろんねサクサクリモコンコントロールすることができます。ほんとねそれより前のやつはかなりもっさりしてたんですよ。それがねかなり快適になりました。なのでこのリモコンをねストレスなく使うんだったら、この6980円の 4K Max、 これをね選ぶといいんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとねそのレスポンスのもさもさ感っていうのがね耐えられますって方だったら、5000円以下で旧モデルを購入することもできると思いますので、それでもいいかもしれないですね。個人的にはねこちらの 4K Max の方を強くおすすめします。はい、一応ね全部概要欄にリンクも貼っときますので、よろしければねいろいろチェックして選んでみてください。本当に Amazon Fire TV Stick 4K Max、 これあるとねかなりエンタメ生活楽しくなると思いますのでおすすめです。はい、1万円以下で生活を変えてくれるアイテム4つ目はこちら、 Amazon の Fire TV Stick 4K Max でした。で続いての1万円以下で生活を変えてくれるアイテムはこちら、サーキュレーターです。こちらはこの前の買ってよかったものでも紹介したプラスマイナスゼロというところのブラウングレーのねサーキュレーターですけど、これは8800円で購入できました。でサーキュレーターは扇風機とまたちょっと違って直線的な風で冷房効率とか上げるときに使うものですね。冷房とか暖房とかのエアコンの効率を上げたりとか、あとは衣類とかをね乾燥させるときとかにも使いやすい、そういったねサーキュレーターです。なので体に優しい柔らかい風を、そよ風のような風を当てるというよりも、直線的で部屋の中の空気を循環させるときに使うっていうのがこのサーキュレーターです。例えばエアコンの冷気は足元に溜まりますし、暖房の暖気は天井の方に溜まるので、足元だけ冷えてしまって体がずっと暑いままとかだと、どんどんね冷房のね設定温度を下げていってしまって、上げても上げても足元だけどんどん冷えていってしまうみたいなことがあると思うんですけど、あれは空気が循環されていないので、下げても下げても冷気がずっと下に溜まってしまってるっていうのが問題になるんですけど、そういったものを防ぐためにこのサーキュレーターを下に置いて循環させておけば、空気が部屋の中でくるくる回るので、足元以外もね高いところにもちゃんと冷気が回っていくので、部屋全体が涼しくなるという、そういう風な使い方ができます。冷房とかね設定温度を下げていって冷やしてってやっていくと、電気代もかかってしまうと思うんですけど、このサーキュレーターであれば冷房の設定温度を下げすぎなくても、サーキュレーターでちゃんと空気を回していってあげれば経済的にもね優しいですよね。であとサーキュレーターはねいろいろデザインもあると思うんですけど、個人的にはねこの最近購入したプラスマイナスゼロのサーキュレーター、こちらねデザインもこんな感じでシンプルで可愛いですし、これブラウングレーというカラーを選びましたけど、こういう色だとね真っ白な家電よりねグレーとかの方が部屋には馴染むので、非常にこのカラーもね満足してます。こんなねおしゃれなサーキュレーターも1万円以下で買えますので、部屋のエアコン効率を上げたい方はねぜひサーキュレーター試してみてはいかがでしょうか。おすすめです。はい、1万円以下で生活を変えてくれるアイテム5つ目はこちら、サーキュレーターでした。
続いての1万円以内で生活を変えてくれるアイテムはこちらです。アイマッサージャーです。はい、こういったね、アイマッサージャーですね。これはラルーナのエアアイマスクというものですけども、これ9180円で購入できました。これもね、めちゃめちゃいいです。結構ね、前の買ってよかったもので紹介したんですけど、もうそこからね、ずっと使ってます。僕は仕事でもパソコンを使いますし、それ以外の時間も何かしらね、スマホとかパソコンの画面とか見てるので、どんどんね、やっぱ目が疲れるんですよね。スマホとかね、見るのやめればいいじゃんみたいなのもあるんですけど、やっぱりね、見ちゃうじゃないですか。なのでね、目が疲れちゃうんですけど、そんな時にこの目元を温めながらマッサージしてくれるアイマッサージャー、非常に効果的です。これね、目が疲れると肩こりとか体中にもね、影響が出てくるので、目のマッサージはね、とても大事だと思います。これを目元に装着すると、目元を温めながら中にね、マッサージャーがついているので、それでね、目の周りをほぐしてくれるというかね、柔らかくマッサージしてくれるので、非常に目元がスッキリします。本当にこれ3日に1回ぐらいは使ってますけどね、これを使わないとね、ほんとずっと目の周りが固まったままみたいな感じにね、なってしまうような気がしますので、目をほぐすように使ってますけどね、ほんとこちら役立ってます。しかもね、これ1万円以下で買えるというので、目が疲れやすい方とか、どうもね、最近肩こりがひどいなみたいな方、それでパソコンとかスマホとかよく見てますよって方は、もしかしたらね、目の疲労っていうのがね、影響してるかもしれないので、こういったマッサージャー使って目元をね、ほぐしてみてはいかがでしょうか。寝る前にこれ使って寝たらね、目がすっきりして快眠できます。なのでこのアイマッサージャーですね、ラルーラのエアアイマスクですけども、こちらおすすめです。こちらもね、ぜひ使ってみていただければと思います。はい、今日紹介するのは以上です。今回も紹介したアイテムは全て概要欄にリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。あと、この前も言ったんですけど、最近ね、しばらく放置していた楽天ルームをね、再開しましたので、よかったら見てみてください。今日紹介したものとか、今まで YouTube で紹介してきたアイテムをまとめていますので、気になる方はこちらもね、よかったら見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、そういったわけで、このチャンネルではこんな感じで生活を快適にするアイテムをいろいろ紹介してますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あと、ベルマークも押していただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。